この動画は、ウプ主の模型工作を淡々と語る解説動画です。過度な期待はしないでくださると助かります。動画の解説をさせていただきます。プラチューバーのレイカと申します。以後お見知りおきを。今回はウプ主、シキトが制作しました改造ガンプラをご紹介いたしますが、その前に少々ご説明しておきたい。ウプ主独自のガンプラ改造上でのちょっとした縛りをご説明しておきます。1、基本ガンプラ以外のパーツの使用は行いません。使わないとは言ってない。2、スクラッチビルドはできるだけ避けて、パーツの改造、裏板継ぎ足しなどの加工で間に合わせること。3、情の1、2をなるべく守って製作するが、シンボル的に結構必要なガンプラ以外のパーツや武器の使用&スクラッチはするかもしれない。というゆるなルールで制作していきます。それでは、あまり必要じゃなかった説明が済みましたので、今回の作品を紹介いたします。144分の 1GBN ガードフレームを改造して作成した、こちらの紹介動画をどうぞ。到着完了。2123G3 システム、戦闘オペレーション開始。メテオホッパー離脱します。微妙な再現動画でしたが、改めてご紹介いたします。GBN ガードフレームを改造して作成した G3 ガードフレームです。モチーフは言わずもがな仮面ライダーアギトに登場する対未確認生命体戦闘用特殊強化服仮面ライダー G3 になっています。制作の経緯はいろいろあるのですが、ある武器の一部にインスピレーションをもらって、うん年前から G3 っぽいガンプラを作ってみたいと思っていましたが、これだ、という素体になるガンプラが見つからなかったのですが、一昨年前に GBN ガードフレームが発売されて、こいつなら色々な意味でぴったりじゃないか、と思い制作を開始していきました。可動範囲の説明ですが、元のキットが優秀で、足元以外なら元の可動範囲を維持させたままの改造を心がけていましたので、結構なアクションが取れるようになっています。腕はここまで上がり、胸部のブロック構造で引き出しギミックも健在で、ここまで曲がります。この構造を活かすために本機の胸部にはこの部分に隙間が設けられています。腰の前後も回収前とあまり遜色がないようです。足は全方向にこのくらい、フロント部のここの部分がモモアーマーに干渉するので外側にずらしてあげないとここまでは上げれません。後ろにはこのくらい。膝部分の二重関節は遜色なく稼働できるようになっていますので、正座のようなこともできます。足首はこのアンクルガードが干渉していて、元の状態よりはかなり可動範囲が狭まっていますが、一般的な HG の可動範囲としては悪くないと思います。まあ、元が優秀すぎるって気はしますが、写真は撮り忘れましたが、首の可動は、この大きな襟と頭部の改造が影響して、あまり上下左右の可動はしません。かろうじて見上げるポーズは取れる程度って感じですかね。アクションするとこんな感じ。次は、こだわった細かい部分をご紹介いたします。ライダーだったら、まずはベルトの紹介から、しょぼいスクラッチに見えますが、これも一応流用改造で、
ガードフレームの余りパーツのスラスターを使っています。他のベルトの装飾はプラバントウェーブのオプションシステム、U バーニアフラットなどを使い作成。胸部やももの装甲は、HG、機動戦士ガンダム、G、オリジン、MSD、ガンダム FSD や、局地型ガンダムのふくらはぎ部を切り剥ぎして製作しています。黄金の G、エンブレムは自作。スネブのレッグガードは、ヘルムギー・ゲリンカーのスネブのこれを2つに割ってプラ板で幅増し&装飾で製作。ほとんど原型がわからなくなっていますね。膝当てはここの部分を使用しています。足先は、ガンダム GN アルトロンの足をそのまま使用し、アンクルガードをひっくり返して使用しています。腹部に移って、ここの腹筋部分は、ビルダーズパーツ、MS、アーマー01のこの部分を重ねて作り、この部分はプラ板で製作。次はワング。肩アーマーはほぼ無改造。隙間埋めにこの部分に U バーニアフラットを追加してディテールアップをしています。左右前腕のディテールはほぼ全てプラ板による製作になっています。一応元のディテールを利用して作られています。バックパックはバーニアを取り外しているだけで、無改造です。一部筋彫りをした程度で、塗り分けだけでそれっぽく仕上げています。最後は頭部の紹介。元の素材はガンダム AGE1 系の頭部を使用しています。このチャンネルで動画として上がっている HG144 分の1ガンダム AGE1 頭部を後はめ加工解説のものを流用しております。マスク部はパテで埋め、プラ板でディテールを追加。横の銀の部分もプラ板やマイナスモールドで製作されています。アンテナ部はガンダム00スカイのものを改造。余談ですが、アンテナを外すと色的にどこぞのトランスナフォーマーに見えてしまいます。改めて見てみましょう。今回はここまでの紹介となります。初のストップモーション作りで、かなりの制作時間がかかってしまい、ウプ主が限界のようです。次回の動画ではメイン武装の紹介や、また微妙な再現動画を制作するかもしれません。期待していいものなのでしょうか。それでは次もお楽しみに。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。拙かったとは思いますが楽しんでいただけたでしょうか。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると、次の動画制作の意欲になりますので助かります。この動画があなたのお役に立てれば幸いです。プラチューバーのレイカでした。